僕が長年 BMW に感じてたことは、いや走りの味付けに迷ってるなと感じてました。と申しますのが、2007年にメルセデス・ベンツが W204 型 C クラスを出しました。でこの時ね、メルセデスがアジリティという言葉を使ってましたが、ものすごくねハンドリングが良くなってたんですね。でなおかつ新しい物資を開発して、乗り心地とハンドリングをね高い次元で両立させてました。でこれをねBMW ね見てね衝撃を受けたと思うんですよね。で走りをね完全に追われたと感じたんだと思います。でこれからね迷走が始まりましたね。でもねこの G20 でついに吹っ切れたと思います。でねもうはっきりと走りでメルセデスに勝つんだと。でね乗り越しはね負けてもいいと、もうはっきり覚悟を決めたと思いますね。で車作りにねその走りへの思いがね随所に現れてると思います。本当にハンドリングが素晴らしい車です。だからね少々乗り口が悪くても目をつぶれます。でね満足のいく車を買うとね本当に愛着が湧くんですよね。ですから皆さんもぜひ満足のいく車選びをしてください。足元ですが、拳 1.78 くらいかな。でこれぐらいあれば長距離でも十分ですね。で横もねこれぐらいあればもう長距離でもリラックスして乗れると思います。シートですけども、前後とも固めでね、後ろのシートは背もたれが起きてまして、結構まっすぐ座らせるタイプなんで、私はこちらの方が長距離でも疲れが少ないと思います。ヘッドクリアランス拳 1.5 ありなしって感じですね。身長175センチの私ってこんな感じです。このレバーでリアシートは一気にバーンと倒れます。これも便利ですね。両ついてます。でこのポケットも結構深くて荷物を入れれて便利です。この下は開いてないんで、荷物入れにはなりません。今日は愛車の 330i M スポーツをお届けします。これはね、もうこの5月でね、今4月ですが5月末で丸2年になりますね。で、今2万9000ぐらい走ってます。で僕のはねLSD に19インチタイヤ、それにスポーツシートね、これをオプションで、つけてます。オプションてんこ盛りしました。ボディ構成いきたいと思いますが、得意すべきはねこのボディ構成の高さですね。C200 の AMG ラインから乗り換えたんですけども、W205 の C クラスよりもこちらの方がボディ構成は高いと思います。でもうねメルセデスの C クラスにしてもこの BMW の3シリーズにしてもねボディ構成がもう非常に高いですね。価格が高いから当然といえば当然なんですけども、もうね本当に余裕があるんですよね。なので、もう本当にこう厳密に言うとボディ多少ね動いてると思いますが、それをもうほとんど感じさせない本当にフラットライドにサスペンションのみがストロークするという、そういう感覚を味わえます。でボディ構成って言ってもね2つありまして、曲げ構成ですね。
こう曲げっていうのはこう、まあ、ボディがあったらこうですね、こういうのが前構成ですね。でねじり構成というのはこういう左右にこうねじるっていうことでねじり構成ですね。であと前後ろとかありますけどね、まあ全てにおいて非常に高いボディ構成があります。なので、まあ、ボディ構成がものすごく高いとね、結構低い振動数の振動というのはかなりボディ構成が高いことによって抑えれるんじゃないかなというふうに感じます。でやっぱりちょっと周波数の高いところはね、やっぱりこう同じように座って、くるというふうに感じますけどね。コンフォート性能いきます。今コンフォートで走ってます。でね、コンフォートでもね、これ電制御サスペンションなんですが、もう非常にね足が硬いです。もうこれコンフォートとスポーツ2段階しかないですね。であとスイッチでスポーツプラスっていうのをこうダイヤルでこう回してね選ぶと、エンジン制御とミッション制御がスポーツプラスに変更できるというふうになってます。でまあ今路面すごくものすごく荒れてるところですね。まあ、うるさいと思いますけれども、まあ今のこう路面の継ぎ目ね、ガツガツっときましたが、やっぱりショックアブゾーバーが非常にいいものを使ってるんで、角は丸まくって取れてる突き上げですね。だからまあ不快ではないんですが、足がね硬いと、もう道が悪いとね、結構いろんなこう振動とかね、ガタ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 とかノイズの音とかね、体に伝わってきますんで、まあ道が荒れてるところをね、まあ、コンフォートにしても長時間走るのはちょっとこらえてくれよっていう感じです。まあ道がいいとね、もう全く硬くてもね、ショックアブゾーバーがいいからもう全然不快感はないんですけどね、道が荒れてるところはやっぱりちょっときついかなと。だからやっぱり電制御サスペンションなんでね、コンフォートをもっと柔らかくしてよって言いたいですね。足の硬さで言うとね、スバル車で言うとね、レボーグ 2.0 より硬いです。で SO よりは柔らかい、そういう感じなんです。まあ相当ハードだというのは分かってもらえると思います。なのでまあまあ、家族からはね、リアシートを座ると不評ですね。乗り心地が悪いっつって言われます。C クラスが良かったっつって言われますね。でコンフォート性能でね、まあ、シート重要な要素の一つですが、これはまあ、ノーマルのシートはね、ちょっとねヘッドレストが前傾じゃないんだけど結構前に出てるから、まあ、いっぱい下げてもね、まあ、ちょっと首がこれは長時間乗るときつくなりそうだなっていう感じだったんですよね。で、このスポーツシートの方が、まあ、写真見た時に、ヘッドレストがまあ、前傾にはなってなくて、そんな前に出てないんでこっちの方がいいだろうと。あとサポート性も高いし、まあ、車が車なんでね、まあ、こっちの方がいいかなということで、スポーツシートついてるオプションパッケージやりましたね。で大正解で、こちらの方が全然首は楽ですね。でホドル性も非常に高い。でシートはね、やっぱりドイシェらしいちょっと硬めのシートですね。ただまあ取り付けコースとかが非常に高いんで、まあやっぱりそこら辺がさすがだなと思います。ステーリング形状ですけどね、かなり太さがねかなり太いステーリングです。でここの部分ね、僕がこの間言ってたここの部分はね、結構こう円に近い感じで、まあ角張ってないっていうね。なのでこう、まあ、太いこともあるし、こう置いた時に手が疲れないですね。で初め太いなと思いましたが、慣れちゃうと
いやこの太さもいいなっていう感じですね。で親指のところがちょうどこのすごくこう大きく幅が広くなってて、ちょうどこう親指をこう添えると親指がまあ非常に楽ですね。だからこの辺もよく考えられてるなと。だからこのステアリングのこの太さっていうのはね、まあやっぱり走ってくださいというようなステアリングですね。でステアリングはコンフォートでもね結構重いです。今路面いいんですよね。そうすると静か、路面が良くなると軽くても結構まあ快適と言いたくなるぐらいの感じになりますね。で音はね、まあノイズ関係は結構抑えられてると思います。ガラスもね厚いしね、外の遮音も結構効いてますね。で内装のガタつきも一切出ません。ミッションいきます。これは8速トルクオートです。で今コンオートですね。でこのね統合制御になってるんで、エンジンとトルクの統合制御で変速ショックがもう非常に少なくて滑らかです。でまあ普通にこうやって走ってるとね、メルセデスの、まあ、W205 元愛車ですけど、同じようにね変速ショックが少なくてすごくスムーズに快適なんですがね、ちょっとアクセルを踏み込んでねシュートダウンした時にこっちの方がもう変速ショックがもう本当に少なくて、最初ちょっと驚きましたね。もうすごくエンジン制御をしててね、まあ、ここまで制御が来たんだなと思いました。スポーツにしてみましょう。スポーツのスタンダードいきますね。でマニュアルにします。まあ通常のスポーツ走行をするには十分楽しめるシフトスピードがこのマニュアルモードあるんですけども、車がねものすごくダイレクト感がある車なんで非常にドライバビリティが高いんで、逆にね普通なら不満が出ないスピードなのにやっぱ DCT が欲しくなっちゃいますね。これはだからこれを DCT とかマニュアルで乗るとこのダイレクト感あふれる車とちょうどバランスが取れるというふうに感じます。まあそれぐらいの車ですね。ちょっとスポーツのプラスにするでしょう。そうするとどうなるかというと、今まあブリッピングしてくれましたね。ブリッピングして楽しかったですね。まあそれをちょっと聞かせたかったんですけどまあやっと出てくれました。まあ結構ペースをね速いペースで走るとブリッピングするようになりますね。だからまあオートマチックにすれば十分もう何もしなくてもいい、それぐらい賢いシフトをしてくれます。だから制御プログラムがねやっぱり素晴らしいなと。全くそのスポーツドライビングで不満がない制御ですね。でスポーツプラスにするとね本当に低いギアをずっとキープするので、まあ、これぐらいのペースだとね低いギアで走りすぎちゃうっていうね、そんな感じですね。だからまあちょっとペース上げて走るんだったらスポーツのスタンドとで走るのをお勧